UFJ、ちょっと待って。仕事してるから再び食べるチャンスがなく。マジ？ういしょ。やっほー。皆さんこんにちは。小原の部屋へようこそ。もう春ですね。いかがお過ごしですか？さて、今日は今までいろんなコーナーやってきたんですけど、今日はこんな企画を用意していただきました。何でしたっけ？究極の2択。究極の2択をやっていきます。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、この札を渡します。はい。今から質問をするので、A か B か選んで出してください。はい。はい、じゃあまず1つ目いきます。本当に知らない。はい。1つ目。A 過去に生ける力。B 未来に生ける力。理由が。過去がいいかな。未来は知らないでおきたいかな。なんか知った上でこう戻ってきて行動するのもなんかちょっと違う気がするから。過去だったらおじいちゃんおばあちゃん、私のおじいちゃんおばあちゃんってもう10代の時にはみんないなくなって天国の方に行っちゃったから、なんか会ってお話ししたかったなとか、もうちょっと思い出作りたいなとか、あとここまで生きていればいろいろとなんか後悔してることとかあると思うから、なんかやり直せたらいいななんて思うことはあったりするかな。じゃあ次。A ディズニーしか行けない。B USJ しか行けない。ディズニー。UFJ、銀行か。違う。USJ は行ったことないんですよ。だから、ディズニーだったらランドもシーも行ったことがあるし、思い出もいっぱいあるから、どっちかっていうんだったらランドかな。あと物理的に近いからこっちかなって思います。じゃあ続いて、A 自分が透明になれる。 B 投資ができる能力を持っている。自分が透明になるか、投資できる能力があるか。投資するか。投資？物を？何でもです。でもなんか知らないからこそいい気がするんだよね。見たくないものがふと見えちゃった時があれだから、透明になる？透明になって何しようね。何しよう。何にも浮かばないけど、投資よりは透明になった方がいいかな。何するって今具体的に上がらないけど。ちなみにこの間の百室で古賀さんは透明になったら飛んでみるっておっしゃってました。なかなかすごいことを言いますよね、あの子ね。知ってるんですよ。以前別の作品のラジオをやってその質問したことがあるんですけど、私と鈴木亮太くんは覗くって言ってて、彼女は飛び降りって答えてて、なかなか愉快な現場ですね。では続いて、A 宇宙旅行に行くか、B 世界一周する。ちょっと待って。宇宙は行きたいが、でも宇宙旅行って一瞬な気がするんだよね。旅行って言えるのかなってぐらい短い時間な気がするんだよね。でも無重力は味わってみたいし、でも宇宙旅行って言って飛び立ったところで月にも行けないし、木星だって見に行けるわけじゃないし、冥王星も見れるわけじゃないと思うから、こっち。現実的な方。世界一周。かな。見たことない。私本当飛び出したっていうか、世界っていうか日本以外だと弾丸で韓国行っただけだし、あれも行ったと言えるのかというぐらいの滞在時間だったし、なんか世界遺産とかいろいろあるじゃないですか。行ってみたい国も見てみたいものもあるから巡ってみたいなとは思いますね。宇宙は自分の想像とかいろんな方々が調べてくださってるから、それを見てなんか夢を膨らませたらいいかなって思います。じゃあ続いて、A 歩くたびに転んでしまうか、 B 喋るたびに噛んでしまうか。でも仕事してるからでも噛むんですよ私。セリフでもラジオでも。だから今持ってる能力というか、歩くたび転ぶんでしょ。もう迷惑だよね。こっち。じゃあ続いて、A 絶世の美女になる、B 世界一の天才。
最初は A かなって思ったんですよ。美人になれるんだったらなりたいとも思うんだけど、でもなんだろう、美人だけが魅力かっていうとちょっとまた違うのかなとも思うからって思ったんだけど、天才は天才で一生いろいろ悩んだりとか苦しんだりもしそうだから、どっちかというと両方いらないかなと思ったりもしたんだけど、でも頭がいいからこそなんかいろいろ考えたりすると思うんだよね。まあでも私が頭良くなったところでそんなに苦しまない気がするから、こっち。じゃあ続いて、うん、 A 月額のお給料がプラス 10% アップ。 B お休みが1週間に1日増える。マネージャー外にいる。なんだっけ。もう一回いきます、A が月額のお給料がプラス 10% アップ、はい、 B がお休みが1週間に1日増える。定期的な考えで言うと土日プラスもう1日が休みになるみたいなイメージです。ちなみに今マイクつけて外は聞こえてるはずです。あ、うなついてる。書いといて、事務所の人が外にいるって。お給料がプラス 10%、 でかいですね、でかいですね。でも私今別に不満ではないんですよ何も。だからと思うけど、お休み、まあお休みかな、じゃあっていういい子ちゃんにしとく。はい、いいねはい、いい子なのかなはい、じゃあ続いて、A 一生海上生活、 B 一生山中生活。海か山ですね。山。山、なんとなく海の上。あ、でも海の上って考え方を変えれば、まあ、船の中とかあ、でもそういうことか。ちょっとせこいことを答えようとしました。日本も海の上浮いてるからいいかって思ったけど、そういうことじゃないよねまあ海だとね、その時の天候によって結構大変だったりすると思うし、もし自分が船酔いする体質だったらって思ったら、でも一生陸に上がれないの嫌じゃない？あ、でも山行ったら一生海行けないの？そうです。いや、遠くから海が見られればいいか。いやでも海行きたくなる時あるんだよね、たまに。山続いて、はい、 A 冬場にストーブがない部屋、B 夏場にエアコンがない部屋。冬場にストーブがないか夏にエアコンがないか。どっちがいいか。あ、じゃあどっちが嫌だにしましょう。エアコンがないのはきつい。私暑がりなので、寒かったら着込むってすればなんとなく耐えられると思うんです。まあ多少機嫌は悪くなると思います暑いのは耐えられないな。だから冷房がないのは嫌なのでこっちです。じゃあ最後です。 A 駅まで徒歩もう数秒のアパートか、B 駅まで車で1時間かかるけど大豪邸。こっち。駅近。あ、でも車を持っていたら別なのかとも思うけど、近い方が何かと便利なのかなって現実的に考えて、駅周辺に多分スーパーとかドラッグストアとか生々しいねあると思うから、大きいお家も憧れるしいいとはすごく思うんだけど、掃除が大変そうだしって思って、なんとなくこっちにしました。はい、物件選ぶときに譲れないポイントとかありますか？ゴミが24時間捨てられるところができればいいなって。あとは2匹今ペットが猫ちゃんがいるので、猫が飼えるお家、あとはいっぱいあるよバストイレ別とか、あとなんだ、洗濯置き場がちゃんと室内にあるとか、2口以上のガスがあったらいいなとかありますね。はいありがとうございます。はい、じゃあ以上です。なんかありますか？逆に質問ありますか？何でも答えますよ。別にこんな関係なくてもいいですけど。なんか聞いてて気になったことありました？宇宙旅行は現実的なことは何も考えなかったらどこに行きたいですか？果てに行きたいです。なんか小学校低学年かな、新聞の切り抜きでカラーにプリントされた太陽系の絵を見て、母親にこれは何かって問いかけて、地球以外にこういう星たちがあるんだよって普通は理解できないと思うんですよ。なんかスッて頭の中で理解できて、もう次の日かな、なんか自転車走らせて私立図書館に行って
大きい太陽系の図鑑、子供が見る図鑑っていうのを借りてきて、ずっと読み漁ってたんです。でそっから宇宙っていうか太陽系がすごく好きになって、小学校の時の自由研究ってほぼ全部太陽系の惑星の発表してるんですよ。っていうぐらい好きで、今も好き。特に月を見るのが好きで、小学校の時連絡帳ってあると思うんですよ、先生に出す。あれになんか日食だか月食の時母親と観察して絵を描いて、それを先生に見せたりとかしたり、なんか落ち込んだりとか悩んだ時よく星とか月とかを見る習慣が今もあるから、すごい好きで、調べれば調べるほどまだ謎っていっぱいあるから、そのみんなが見えないその謎を見に行けたらいいなって思うけど、自分が生きてる間は無理かなと思うからっていう、なんかはい、いけたら喋ったら多分まずいですよ。翻訳大変ですよこれ大変なことになっちゃうから今思いついた2択最後で、A が虹を渡ることができる、B が雲の上に乗れる。雲の上に乗るがいいかな。なんかパッて思ったけど、虹ってたまに見れるものじゃないですか。綺麗だなって思って、でも虹って近づいても触れないっていうか、近づけないっていうじゃないですか。で仮に近づけたとしても触れないとか見えないって、なんかそういう存在だからみんな虹のことを虹だってなったりとかすると思うから、そういう存在であった方がいいから虹は渡らない方がいいかなって、そう憧れみたいな、なんかそういう存在だからなんか虹の存在がそういう風に思えるのかなって思うから。僕一つの質問いいですか？はい、どうぞ。これから一種類の食べ物しか食べられないか、もう一方は食べたものは一生再び食べるチャンスがなくマジ？新しい食べるけど過去のは再びできないの A と B。同じものを食べるかな。もし仮にこっちだったら好きな、例えばお味噌汁って1回しか食べれないんでしょ。多分まずはこっちにもし仮にしたら嫌いなものから食べるんです。貝類が食べれないので貝類を食べる生活から始まり、おじいちゃんおばあちゃんおばあちゃんかになる頃にやっとお味噌汁とかご飯とか食べれるようになるっていうと、やっぱ人って幸せだなってこう生きてて思えるのって食べることが重要だと思うから。でも同じものっていうと、なんかきつい気もするけど、もうあえてじゃあ大好きなもの1個って決めてだったらまだ幸せかなって思ういましたなんかありそうだったけど、何ですか？過去の知的な質問の後に何でしょう。なんかどうぞ。明日じゃあ坊主になるか、明日坊主になるか、モヒカンになるか。マジで言ってんの？坊主になるかモヒカンになるか何それメイクいらないねじゃあ坊主にして、理由は分かんない。なんで坊主にしたんだろう。なんか生まれ変わりたかったのかな。でも今便利な時代だからウィッグかぶろうかな。なんかふざけたものもあれば真面目に答えてるものもあって、そんな感じ。はい、ということで、なんかよく芸能人の方とかが答えているようなのやってみてどうなるかなって思ったら、なんか自分でも意外となんかバカみたいだなっていう返答もあれば、なんかいろいろ考えてるんだな意外と自分っていう答えが出てきたりして、喋りながら自分でちょっと驚いたりとかもしてました。楽しかったです。みんな生きていく上で迷うことっていろいろあると思うんですけど、年取っても若くてもなんか選択することって必ず出てくるからね、頑張って生きていきましょうということで、これ好評だったらまたできるかもしれませんね。面白かったなと思った方は初めて言います。グッドボタンを押していってください。高評価よろしくお願いしますということで、またお会いしましょう。気をつけて帰ってね。バイバイ。